山さんおはようございます。後ろなんて書いてます？そうなんですよ。ナムさん、千駄ヶ谷まで来ました。昔でホテル街やなんでそれが第一声なんですか？今日なんで千駄ヶ谷まで来たか分かります？な。わかんない。占いとか興味あります？全くない。まずは将来大富豪になれるかとか気になりません？占い行きましょう。なんですが、オーナーさんには撮影許可を取ったんですけど、占い師の方に何も伝えてないんですよ。ナムさんがホームレスであること、ナムさんが20万人の YouTuber であることを、ドッキリ。それでナムさんのことを当てれるかどうかみたいな占い師さんにドッキリを仕掛けたり、占い師本人にはナムさんの書状を明かしてない、ただの67歳のおじいさんが来ると思ってます。ナムさんちょっと演技してくださいね。まだ分かると思います？ホームレスとか、この格好見ては分かんないとか20万人の YouTuber とかって分かりますか？分かんないよ。占いは信じます？信じる。お願いします。占い師の黒の鳥と言います。こんなことを見てみたいとかテーマってあったりします？この先将来どうなっていくんだろう。先々ですか？まずじゃあどうしようかな、本命判断ってやつなんですけど、これでじゃあちょっとナムさんがどんな方なのかっていうのをちょっと見ていいですか？ナムさんのお名前、この数字がですね、三子狩りのツバメタイプって言って、なんかね、一箇所にじっとしていない旅人の画数っていうのをナムさんって持ってはるんですって。自由が好き、縛られるの、いやどうです？そういう自由の旅人っぽいところとかなかったですか？それは当たってますね。そうですか？カチッとね、枠にはめられるのが、もういやいやしどいねみたいな、仕事とかをこう一箇所でとどまるんじゃなくて、なんか旅する感じの仕事の仕方。すごいな。ただ下の名前の画数っていうのを僕見るんですよ。それで見たときに、ちょっとナムさんのこうなんだろう、雰囲気と違うかなとか思ったんだけど、広告、映像、YouTube とかの YouTube とかの映像の星っていうのが下の名前の画数にもあるから、あんまりそういうの興味ないですか？見るのは好きですけどね。でもね、自分でやらはっても意外とね、ナムさんは YouTuber に向いてるってことですか？画数だけ見たら向いてるんですよ。注目を集めることで人生自身が好転していくタイプの人ではあるんですよ。ナムさんの持ってはる恋人の画数は若者なんかに意外とヒットするかもしれないですね。ナムさんから。え？ナムさん。じゃあこれからちょっと手相を見ていいですか？せっかくこういらっしゃるしね。すごいね、頭脳線という考え方の線があるんですけど、どんな方にしてるんですね。これはだからね、相当なんていうか一発逆転的な思考回路ができる人かもしれないですね。めっちゃ失礼な表現かもしれないですけど、無知面からバーンってこう金持ちになっていくとか、無知面からバーンってこう金持ちになっていくとか、割と晩年期のところでバーンと上がる感じがする。晩年期というのは今ぐらいの時期ってことですか？その15過ぎたぐらいからナミさん自身って運気変わってくる感じなんですね。人があんまりやらへんことで成功するみたいなタイプなんです。5月とか今年の春のところから運勢がいい意味でなんか風に乗っていくみたいな時期に来るんですって。将来大富豪になりたいって言ってたじゃないですか。面白い夢ですね。そういう夢を持ってはるんですよ、ナムさん。もうね、今までが転落の人生だったからね。占い的にはナムさんは大富豪になれますかね？お金持ちになれますか？過去なんか思いを背負ってますよ。現在でこれからの可能性。やっぱり黒カードが多いけど、最後に出たのが愚者っていうね。これどういう？一発逆転のカードっていうのがこの最後に出た愚者ってやつなんですね。大逆転が最終結果に出てるんですね。これは何だ？これね、今のナムさんですけど、若い男っていうカードなんですね。例えば
なんかクリエイターとか動画作ってるとか、ほらさっきナムさんが隠せる映像の星があるとか言ったじゃないですか。そういうカメラとかね、好きな感じの人と関わっていく。好きな感じの人と関わっていく。人はナムさんのことをごめんね、バカっていうかも、変人っていうかもしれない。笑う人は笑え、けどナムさんはその裏で大きな太陽の光に匹敵するような輝きを得るんですって。なんか言ったらあるんですけど、これなんかまあタロット占いでよく貧乏カードとか言うんですけど、貧乏神のカード、でこっちなんかはなくしてしまうっていうカードで、まあ今風に言ったらアドレスホッパーとか言うけど、昔風に言ったらホームレスとか、失ってしまうっていうカードで、こっちがさまようっていうカードで、この合わせてホームレス。めっちゃ失礼なこと言ってますけどね、このタロット占いの結果からすると、ナムさん自身はなんか若いカメラマンとか若いフリーとか、そんな子だと何かのきっかけで仲良くなったりとかね、そういう人とのつながりによってわりかしパーッと光が出てくる感じなんですって。それで大逆転する可能性があるってことですか？でもなかったら出ないはずやねんけどね。ってことはナムさん大富豪になれるような運はあるってことですか？全金はあります。ただ愚者っていうカードやから、なんか普通にありえないやり方。突然 YouTuber になりましたとかやったらびっくりしますよ。僕突然 YouTuber になりましたとかやったらびっくりしますよ。僕なんかなってそうな気もするな。何かっていうと若い男に引っ張られてね。YouTuber になってみませんか？ぜひ。ありがとうございます。こちらこそです。楽しかった。そう言っていただけたらよかったです。失礼します。どうもありがとうございます。いかがでした？いやー、なんかすごい話しやすい方だったんですよね。ちなみにナムさん、これから何のお仕事が向いてるとおっしゃってましたっけ？ YouTuber さんみたいな感じでどうぞみたいな感じがするんですけど、ちょっとこれご覧になってもらっていいですか？ご覧にては、はい、これは YouTube ですね。ホームレスが大富豪になるまで。これ誰だと思いますか？うわ、あらまあ、それナムさんじゃないですか。どういうことやったんですね。だから愚者が出るわけだ、タロットも。若いクリエイターと一緒にだったり、クリエイターさん、あ、もしかして自分が一緒にやっております。そうやったんですね。うわ、それは完璧に騙された。そうか、若いですね。あ、そうやったんですか。そうです。ひえすいません、せっかく占っていただいたのにこういったドッキリになってしまって。全然です。なんかむしろ楽しかったです。いや、全然当たってるから、本当。まあ、当たってたらよかったんですよね。マスク取っていただいていいですか？ちょっと。うわ、イケメン。ナムさん、いや。先生のご年齢何歳だと思います27。何歳でしょうか？僕は38でございます。若っ。11個間違えはったけど惜しい。11個なんか誤差の範囲ですよ。いや。すいません、いきなりドッキリみたいな感じにしてしまっていや、なんか、まあ正直わーとは思いましたけど、ただ楽しかったんで、もう何でもいいです。楽しかったんで、全く気づきませんでした。正直、残念ながら全く何にも気づかなくて、そういう意味ではクソって感じなんですよ。いや、ちょっと YouTuber とか若いクリエイターがすごい言ってきたんで、あれ気づいてるのかなって思ったんですけど、残念ですけど、そこまで気づいてたら僕あんなたらたら汗流しませんから。いや素晴らしかったですね。ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっともっと腕を磨いておきます。いや今のままで全然いいと思いますありがとうございますね。
ファクターをね、なんか何個かに分類するんですよ。ちなみに檜山さんどうですか？兵隊の手相ですね。兵隊の手相。なんか兵隊の戦士タイプになるんですよ。僕とかだと学者とかタイプっていう、骨張ってるっていう特徴とかで言うんですね。あと青白いとか。見たまんまで言うんですけど、ごつい。そして割とこう爪の形が縦より横に幅あるじゃないですか。こういう人をリアリストだったりとか、結構こうなんていうかな、人の意見とかもまあうん言って聞くんですけど、最終的に自分の意見でザッと決めていくみたいな、そういう戦場で生きるような人みたいな。檜山さんのそうめっちゃ福耳ですからね。これ含みなんですか？だと思いますよ。俺岡野市なの？使う時バーンって話してはる気がするから。どうやろう。いや、すごい当たってます。こだわりあるんですかやっぱり。